どうもこんにちは。私はウェスタンアームズ製の9011が大好きで3丁所有してます。そのうち2丁がコルトレール仕様です。全体的にすごく気に入っているのですが、唯一気になる部分があるのです。それはフレーム別体のレール部分です。このレール形状でもタクティカルライトなど取り付けには何の支障もありません。ですが、やはり形状が気になるのです。これは2017年のコルトカタログの写真です。レール形状がピカティニーレール仕様になっています。以前のコルトではコルト仕様のレールで発売されていたようですが、新製品ではすべてピカティニーレール仕様になっています。幸いにも WA 製のレールはフレーム別体でネジ2本で外れるので、自分でピカティニーレールを作っちゃると思い立ったのであります。製作には以下の仕様を決めました。1、できるだけコルト実銃に近づける。2、ピカティニーレール寸法。3、亜鉛鋳造。4、フレーム一体化。接着しない。5、コマンダー用とデルタエリート用に2個製作。製作過程を CG と写真で再現します。それではスタート。スライドとフレームを分解し、2本ネジを外し、レールを外す。油粘土とプラ板でレールの複製準備。シリコンゴムを流し込む。青い部分に離型剤を塗り、シリコンゴムを流し込む。シリコンゴムが硬化したら、プラ板を外し、シリコンゴムを離型剤の境界線で割る。中のレールを取り出し、レジンカストを流し込み、硬化する前に蓋をする。レジンカストが硬化したらシリコンゴムから取り外し、余計なバリを切り取る。このレジンカストから原型を作ります。ピカティニーレールの寸法図。インチ表記なのでメートルに変換。4mm 三角棒とプラ板を使って、ピカティニーレールの寸法通りに作り込む。レジンカストの部分的カットと削り、先に成形したプラグ材とレジンカストの接着。高端のプラ延長。そして盾を使って成形。原型の完成。この原型を元にして、亜鉛鋳造をする。油粘土とプラ板で鋳造準備。石膏の流し込み。石膏が硬化したら、上部の油粘土の取り外し、青い部分の石膏に離型剤、中性洗剤と原型部分にシリコーンオイルを塗りました。石膏を流し込む。石膏が硬化したらひっくり返し、石膏漏れ防止のプラ板と残りの油粘土を取り外す。石膏が硬化したら、プラ板を取り外します。石膏を離型剤の線で割り、中の原型を取り除きます。鋳造に使う用具は、メタルキャスティングスターターセットを Amazon で買いました。木の板とクリップで石膏型を挟む。石膏型は立てて亜鉛を流すので、隙間から亜鉛漏れがありました。対策に石粉粘土で隙間を埋めた。ここに、亜鉛を流し込みます。亜鉛溶解の準備。いらなくなった亜鉛ダイカスト。金属溶解用レードル。ガスコンロとガストーチ。火傷の注意。亜鉛の溶解温度は約420度です。十分に火傷に注意して慎重に作業します。金属棒などでアクを取りながら溶かします。亜鉛を石膏型に流し込みます。亜鉛が十分に冷めたら、石膏型から取り出します。
鋳造した亜鉛には流し込み不良ができました。ハンダ付けで補修します。ハンダ付け箇所を食いつきやすくするため、ヤスリで荒らします。ハンダ付けには、こんな商品を使用しました。ハンダ付け後、ヤスリで成形。エッジが立つように角部成形。ヤスリがけごと、その前の状態。穴の位置にマーキングし、2.1mm のドリルで穴開け、M2.5 のハンドタックでねじ切り。穴は貫通したままでも良いのですが、見た目を考慮して、薄くパテ盛りして目立たなくした金属用プライマーを塗る。塗装。コマンダー用とデルタエリート用。元の皿ネジで締めようとしたが、長さが足らず断念。ホームセンターで M2.5 の鍋ネジを買って、皿ネジに加工して締めました。完成。タクティカルライト装着。デルタエリート。フレーム一体ではないので、やはり段差ができる。最後に感想として、亜鉛は加工しづらかったです。付け足し加工よりも、削り加工が向いてると思います。縦代わりのハンダがなかなか食いつきが良くないのです。そこでハンダ付けは最小にとどめるため、多少大きめに鋳造しヤスリがけで成形しました。部分的にエッジが丸いところもありますが、結果的に満足です。ご視聴ありがとうございました。